Yeah, the spiritual journey is about freedom. It's about finding true freedom, like freedom of mind and discovering the freedom of being able to truly love and be ourself in the truest sense. Like let the love that we are shine, let the light that we are shine, and be truly happy as we were created to be. So the spiritual journey is about realizing everything that's blocking it and being so humble and willing to see and uncover and discover everything that is not the truth of who we are as a creation of God, and ask for the help to have that be healed and removed from our mind. But now it doesn't really work because it's against the sun. これ言ったら絶対終わる、おしまいだから言わない方がいいみたいなのを言ったら絶対にこの絆は消えるって思ってるのに、でももう抑圧できないから、正直に話したところでそこで解放が起こる。なぜか、でつながりが深まる。そう不思議、ね、本当に限界って嘘だって教えてもらってる繰り返し、そのファンクションを通してその私の好み、本当に私の好み、私の体の限界、私の好みでない場所とか、今回の旅も全部そうだから、私だったら思いつかないし避けるし、とてもじゃない見れなかった景色ばっかりだった、なんだろう、自分のなんかやっぱり利益じゃないんですよね。道に開くってやつなのかな。もう一回つけてもらわなきゃならなくなっちゃう。だからファンクションに身を投じるっていうのは、その自分の条件付け、なんか自分が幸せになるにはこういう条件があるんだよってもうすごいある、そういうのが、もうそんなんばっかで、でもそうじゃ全く違う、そのもう叶ってんだよ、あなたはもう御心にかなってる存在なんだよっていうのを、なんか自分のその見方を手放して受け入れる機会になるような感じがする。その運転一つとっても、その自分の条件付け、もう安全運転してもうスムーズに行ってとか、事故らないようにとかっていう、その自分の考えじゃなくて、なんかもう違うものをなんか受け入れる機会になる。それがその運転するっていう行動の時間が自分の考えを取るのか、その違うものを受け入れるのかで、それにやってもらうみたいな、だからそういう機会なので参加してきたのかなって、少しずつその自分のその不幸な条件付けみたいなのを手放していく機会として与えられているものを受け取らせてもらってきたのかなっていう感じが、言葉にすると今。Yeah, exactly. Inside plastic case. 自分の馴染み深いものの見方、解釈の仕方、決めつけ、知覚の仕方を全部聖霊に捧げてしまって、間違っていたい捧げてしまって、この世界を上から眺める聖霊の視点から聖霊としてに眺めながら、その聖霊の計画に自分を捧げきっていく。その流れに自分を与えていくと、そこで自由を感じられないはずがない、平安を感じられないはずがない、幸せを感じれないはずがない。
喜びを感じれないはずがない、愛を感じれないはずがないですね。そういう経験をね、多分みんなの中でしていると思います。で本当にそのファンクションに身を投じるとか、自分の計画を手放して精霊の計画に自分を与え続ける、自我は損失を信じているので、犠牲者感覚が絶対に伴うって信じてるんですけども、実は逆で、精霊の限界を超えさせてくれる精霊の計画に自分を与えないことが多大な損失で、精霊の計画に自分を今できる限り与え尽くした時、この世界で最もお得な、そのお得なことが自分の人生に運ばれてきます。取引なしに、計画なしに幸せを感じれる。条件付け全く関係なく自由を感じられて、幸せを感じれて、喜びを感じれて、愛を感じれて、兄弟との一体感を感じることができる。こんなお得なことはないです。もうなんかこれを精霊に、私の人生に介入させない場合、私が幸せになれるはずがない、もう地獄だっていう感覚なんだよね、私の中では。大橋典子の個人的な肉体的なメリットのために自分の人生、お金や労力を使うなんてもうとてもじゃないけどできなくて、いやもういいです、私は本当にあなたにこの自分の信念、要求、考え、そのものの見方全部あなたにあげますから、あなたがどんどん入ってきて、あなたによって私の人生運んでください。もうここにしかメリットがない感覚が、もちろん投影もするし、いろいろ抵抗もするんだけど、精霊にどんどん入ってもらって介入してもらわない限り私は幸せになれないっていう感覚だから、それは精霊との、私と精霊との、私と神との今まで断絶されてきた、ブチってそのちぎれてしまったその線が、断線がちゃんと修復されてって、精霊と私、神と私のその電線みたいなものがちゃんとどうぞ使ってください、あなたがやってくださいって、あなたに介入してほしいですって求めた時、この電線が、ちぎれた電線が修復されていくんだよね。で精霊や神からの電力がやってくるようになるんだよね。本当サレンダーの道なんですね。この道はサレンダーに次ぐサレンダー。私知ってる、私はこれをこうやるとか、私はこういう映像を撮るとか、私はここでこういうことを話すとかいう自分の計画が全く通用しないところにぶち当たって、明け渡すしかない、その身を委ねるしかない、神の御心に自分を捧げきるしかない、自分の計画全く通用しないっていうところにぶち当たって、無理ですって、あなたにお任せしますって、サレンダーに次ぐサレンダーの道ですね。昨日一昨日もね、サレンダーに次ぐサレンダーだったね、こういう映像を撮るって言って、そのね、何百キロもその運転してね、でスタッドレスタイヤも買ってで行ったわけだけども、こういう映像を撮るっていうのはもうことごとく撮れなかったね。でも自分の計画は諦めざるを得ないんだけども、でも自分が全く計画してなかった光景が目の前に広がって、それは映像に収まったわけね。もしかしたら自分の計画ではない、これの方が本当にそのイエスが取らせたかったものなのかもしれないって、そういう結論になってるね、ラファエルも。自分の期待を捨てる、自分の計画を捨てると、もっといいものがね与えられるっていう経験しましたね。
サレンダーが一番お得、サレンダーすればするほど自分の想像を超えた、自分の期待を超えた、計画も立てられない、想像できないから計画も立てられないようなものが目の前に広がる。それで本当に精霊は納得させる仕事をしてくれるってね、いうのはね、私を納得させる、精霊を信じれば、精霊に従えば、その私の心はこんだけ解放していて、本当に本当に永遠の幸せに目覚められるのかもしれないってこう納得して信じきらせるために精霊はいっぱい働いてくれる、そういう働きをしてくれてますね。The final thing I would say is that you are so deeply loved beyond what you can imagine.